国の床たちの神。世界にまだ国という輪郭すら定まらぬ頃、静かに立ち現れた地の礎の神がいました。その名は国の床たちの神。古事記ではことあまつ神に続いて現れる神よ七よの最初の神、雨の床たちの神が天の礎ならば、国の床たちの神は国の礎、天地の骨組みがここで静かに結び合わされたとも考えられています。国の床たちの神は性別を持たぬ一人神として現れたと伝えられます。そして現れるとすぐその身を隠した神、その沈黙こそ世界の根そのものを思わせるのです。床たちの名には永遠に立ち続けるものという響きがあります。国土そのものの土台や永続性、揺るがぬ基盤を司る神。後の時代には開運、厄除け、国土守護の神として深い信仰を集めていきました。姿を見せず言葉も多く残さない神。けれど国の床たちの神はこの国の見えぬ礎として今も静かに大地の奥に立ち続けているのかもしれません。神格、神のもとつこと。正式な神名、国の床たちの神。古事記における正式表記で神よ七よの第一代として記されています。所属、神よ七よ。ことあまつ神の後に現れる最初の神。特に中世以降では天津神的な性格とされることが多いものの、古事記では天地が形成されていく過程に現れる神々、天津神、地義の区別が確立する前の存在という性格が強いとされます。雨の床たちの神が天の側の視点なら、国の床たちの神は地の側の視点として配置されたと見る説もあります。性別、不明。古事記では性別を持たず、現れてすぐ身を隠したとされます。一方、日本書紀では住世の子とされるため、後世には男性神として描かれる場合もあります。別名と表記揺れ一例。古事記、日本書紀、アルフミによって表記が異なり、床を底と解する伝承もあります。同一視される存在一例。雨の床たちの神。天と国の対となる神として同心的な関係で語られることがあります。雨のみなか主の神。伊勢神道、吉田神道では宇宙根源神として同一視される場合があります。国床たちの御事。日本書紀本書における表記。同一神格として扱われています。司る者。国土の礎、大地の永続性、天地創生の基盤、神よ七よの視点。床たちという名の通り、永遠に揺るがぬ大地の根源性を象徴する神と考えられています。主なご利益。国土守護、開運承福、厄除け、家内安全、商売繁盛。後世には大地を守る根源神として広く信仰されるようになりました。鎮座地。広く知られる社の中からいくつかを挙げています。玉木神社。世界遺産、紀伊山地の霊場と三景堂の構成資産。国の床たちの神を主催神筆頭として祀る古社で、山岳信仰と深く結びついた霊場です。御岩神社。御岩山全体で188柱を祀る古代祭祀の地。縄文期の遺跡も確認され、国の床たちの神は
根源的神格の一柱として祀られています。荒樫神社、国床たちの命、国薩地の命、豊久宗の命を合わせて祀る古社。天地創生初期の神々を一体的に祀る特徴があります。天居、いくつかの主要な文献を挙げています。古事記、神代七代の第一代として登場。一人神として現れ、身を隠したと記されます。日本書紀、国床たちの命として登場。天地開闢最初の神として扱われ、古事記とは位置づけが異なります。神農小陶記、雨の水上主の神と同一視され、根源神として論じられます。延喜式神明帳、祭神として祀られる神社の記録が残り、中世以降の信仰の広がりを知ることができます。神事周囲、国の床たちの神には、危機の中で具体的な神話はほとんど残されていません。しかし後世になると、国土そのものの例として特別な信仰を集めるようになります。天地の基盤を支える神、あるいは日本列島そのものを象徴する龍神として語られることもありました。語られぬからこそ、その存在はより深く、静かな神秘として受け継がれていったのかもしれません。最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。この奥深い世界に心を留めていただけましたら、チャンネル登録や高評価で応援いただけますと幸いです。